いけるかな。お、こんばんは。Good evening. Welcome to another enthralling chat なん with か Matthew. カクカクする気がするね。そんなことない？いやいやいや。ちょっとね、お待たせしました。久しぶりな感じ。今週でも火曜日から木曜日に Yes. 変更して、ちょっといろいろ用事があったりとかして、先週も木曜日休んでしまったんですけどね。ちょっと久しぶりな YouTube ライブかなと思います。Welcome. It's lovely to see you again. This is Matthew and Hirami from English Uplift. We thank you for joining us wherever you are in this beautiful country. By all means, let us know where you are, who you are, how you are. This nice, pleasant Thursday evening here in Tokyo. なんか過ごしやすくなりましたけど、なんかちょっとねニュースで見たんですけど、静岡の方大変なことになってるような感じがあって、大丈夫ですかね、皆さんそっちの方にお住まいの方。全体ではない、静岡県全体ではないのかもしれないですけど、台風の後の、すごいまた大変なことがあるようなんですけど、気をつけていただきたいなと思います。The chat box is, we think, working well. So by all means, say hello, say hi, give us your thoughts, give us your opinions, your observations, your ideas, and we would love to discuss them. はい。October, tomorrow か、じゃないか。明日が最後かな、9月。いや、だからと10、11、12。今年もあっという間に終わっちゃう。ちょっとなんか気持ちが焦りますけど、なんだろう、この早い感じは。How are you, Hirami? Have you been busy? そうね。まあ、いつも通りなんですけど、ちょっとこう、セッションというか、コンサルが結構入って、ちょっと長く喋ったりすることが多かったので、もう3人入るともう結構きついですね。でもやっぱりね、私先生とお話できるのはとても楽しいっていうか、なんか先生のね、悩み聞くのも好きって言ったら変だけど、聞いてあげるのはものすごい嬉しい仕事だなと思いますけど、ね。Yes. It's a busy time of year, of course. Halloween is coming up, of course, for most schools. 今ね、ハロウィンとかで忙しい先生も多いのかもしれないですね。ハロウィンね。Yes. It's also a time when people are starting to turn their thoughts to next year. Right. With the end of the year approaching, people are tending to think about how the structure of the school or how the structure of the classes may look next year. It's also a time when parents start to think about what to do for their children's education for next year. そうね、これから、まあ、幼稚園とか小学校とかでもね、準備する方が多いんじゃないかなって思うんですけど。Teachers too. Parents and teachers. まあ、お母さんたちがそうってことは先生たちも一緒だからね。Yes, that's right. That's right. That's right. Good evening. Thank you for joining us. Welcome. We're just discussing how busy a time of year it is. I think us too. We're in that boat. We are already thinking about how next year may look for us. そうですね。まだ後でね、アナウンスできたらいいかなと思うんですけど、またちょっと新しいチャレンジをね、したいと思ってます。Well, I read today, I can't remember who said it, but the only certainty of life is change. いや、でもね、やっぱりこう、チェンジをするときって、fear が来るじゃない。Yes. いつもコンフォートゾーンの話をするんですけど、コンフォートゾーンのその先にはこう薄いね、fear ゾーンがあるんですよ。Right. つまり、ここから出ようとする、変わろうとするときに起こる
不安感とかね、Right. 恐怖感とかね、そういうのが必ずあるんですよ。あと痛みみたいな。Right. で、ここのフィアゾーンを、どうしようかな、怖いな、やっぱり戻ろうっていうのが、いわゆるアンチェンジの状態でね、Right. 結局、コンフォートゾーンに戻る。つまり、簡単に言うと、やらない言い訳をいっぱい作って自分をね、守るっていう、Right. ゾーンに戻っちゃうんですけどね。でも、ここ、いやいや、そうじゃなくって、ここ行くんだって思って、フィアゾーン抜けると、いよいよラーニングゾーンに入るわけですよ。学びのゾーン And に even 入 if る。people are unhappy in their current situation, even then making changes is still, no, I'll be okay to that. Right. You know, there's another English saying, the devil you know that is better than the devil that you don't know. なるほどね。これね、ちょっと講座で話した話なので、今日ちょっと特別にYouTube でも話そうかなと思うんですけど、いつもね、講座の中で、アップリフト生にね、言ってることは、まず視点を変えなさいっていうことと、いい質問をしなさいっていうことなんですよ。自分に対してね。どうしてできないんだろうとかね、いう質問は、良くない質問ですよっていうふうに言うんですよね。で、なぜかっていうと、なんでできないんだろう、どうしてダメなんだろうっていうふうに、そういう疑問文を使うと、そのダメな理由をいっぱい探してくるでしょ。Right. で、そうすると何が起こるかっていうと、ものすごくエネルギー下がる。Right. やっぱり。つまり、言い訳をたくさん探してるだけなの。Right. でも、言い訳を探したところで、どうなるのってなると何も起こらないね。Right. そうじゃなくて、どうしたらできるようになるんだろうっていうのがいい質問で、そうするとまた視点がね、自分はできる前提で何かを動こうとする。つまりその行動が伴ってくるということで、やっぱりいい質問をするってことがとても大事だなっていう。Right. Yeah. だから諦めとか、まずギブアップが悪いことではないんだよ。ないんだけれども、その時に、やっぱりそのネガティブなね、良くない質問を続けてると、もう全てが良くない、ダメだ、無理だ、impossible みたいな感じになってくると、やろうと思った気持ちを全部止めて、しないっていうね、選択に引っ張られちゃう。で、そうすると何が変わるかっていうと、何も変わらない。Right. で、何も変わらない状態で、また、もやもやする。Right. で、そうすると、そのもやもやってしてる自分がコンフォートゾーンになってしまって、Right. もやもやしてる自分は嫌だって言いながら、もやもやしていたい自分がいるっていう。わかりますかね、ちょっと難しいかもしれないけど。ということで、チェンジにはコミットが必要。でも、チェンジを難しいって思えば難しいし、ちょろいっしょと思えばちょろい。簡単っていう意味ね。だから全部自分のその思ってる価値観でね、すべて見えるもの、行動も変わってくるよっていうことなんですよね。Well, I mean, ultimately, change is inevitable. Everything changes. And so 美味しい紅茶。it is good, isn't it? ごめんね、ちょっと話変わるけど。This is quite amazing. これね、リピート戦に、7期が終わった時にリピート戦にいただいたんですよ。これマリアージュ、私大好きな紅茶なんだけど、このね、アールグレーフレンチブルーっていうやつ、これ。うまい。めっちゃ美味しいの。すごい幸せ。先生たちありがとうございます。大事に飲んでます。すっごく美味しい。いけないけど、めっちゃ気に入った、俺。Yeah. 嬉しいね。ありがとうございます。まあいいや。Yeah. Well, as you know, if you're a regular watcher, you'll know that we're always drinking something. And it's usually coffee for me, but recently I've been taking a big liking to tea. I go through these stages where it's tea or coffee, but it's been for quite some time now. Tea is my drink of choice, both at work and at home. And the kids at school, they know me as a big coffee drinker. They're always like, do you need a coffee? Or, but they're like, are you drinking coffee? I'm like, no, it's tea. And this one's fantastic. Yeah. Right.
ごめん、なんか。So no, we too, we're part of this inevitability of change, and our thoughts are going to next year. I've met some people recently who are kind of involved in this process of me changing. And I've recently been surrounded, but I've been in some very good energy, very comfortable energy. Right. So changes, as changes themselves may at times be difficult to do. But if something feels right, then I think it's worth trying, because, failure or success is not as important as the process of making that commitment and making that step. And that's where the growth is, isn't it? Right. Growth is not really in success or failure. Growth is in commitment and making a step, don't you think? で、結局ね、失敗は嫌だなとか、失敗が怖いとか、その failure っていう言葉に対してやっぱりすごくセンシティブにネガティブなイメージがあるんだけど、failure は悪いことなのかっていうことを考えなきゃいけなくて、failure は悪いっていうね、思い込みがあると、悪いし怖いとかね、避けたいっていう。そうするとやっぱフェイリアにフォーカスがいくから、フェイリアのものばっかりがこう大きくなってくるんだけど、そもそもね、フェイリアはいいことだっていうふうに思い込んでたら、何も怖いものがない。つまり、フェイリアっていうのはレッスンだと思えばいい。自分に対してね。自分が経験しなきゃいけないレッスンだったって思えば、じゃあそこから何を私は学べばよかったんだろう、何を学ぶべきなんだろうって思ったら、何も怖いものがないはずなの。でもやっぱそうやって同じその failure って言葉に対してもどういうイメージを持つかで、その人の思考が変わって、思考が変わると行動力が変わる。で、行動が変わると結果が変わるっていうところがあって、だからやっぱ自分がどうなりたいのか、どっちの方向を向きたいのかっていうのは、ちゃんと向き合って自分でチョイスをするっていうことが大事。で、自分が不安になった時こそ自分にいい質問をする。不安になってる時っていうのはもうほぼ悪い質問しかしてない。What if? そう。だからいつも妄想するんだったらポジティブに行こうよって言うじゃない、悩みとか不安とか全部妄想ですって私言うじゃない。だからやっぱりいい質問をするっていうことがとても大事だし、どんな質問をするかって、その質問によって人間は思考が働くのね。その質問に答えようとするときに頭が動く。だから今日もね、ちょっとコンサルであったんですけど、自分に問いかけるっていうこととても大事、だなって思いますね。だからチェンジね。This evening's topic, Jeremy. 今日はね、あと日本の子供たちのそのメンタルサティスファクションっていうところで、精神的な幸福度とかね、充足感とか、そういうところって一体どうなんだろうっていうについてね、ちょっと先生とお話をシェアしていきたいなと思います。Now I know it may be a bit dated, and of course, information like this needs to be relevant. But Asahi Shimbun put out an article 2 years ago. So it's 2 years ago, but I doubt that the statistics have changed because nothing major has happened. まあそうね。まあコロナがあったし、ほとんど変わってないよ。2年前と今の状況。Right. And I think this was published during Corona. So not a lot has really happened since the onset of Corona. So I'm assuming these numbers are still relevant. I didn't have time this evening to check for a more recent study, but that can be done afterwards. 2 years ago, Asahi Shimbun published an article which showed that a study by UNICEF had found that Japanese children rank low in mental satisfaction.
low in mental satisfaction. They rank low in comparison with other countries. Okay. Japanese children may be physically healthy, the article says, written by Natsumi Nakai. But their mental well-being falls behind other developed nations, according to a UNICEF study. Of the 38 nations that were studied, Japan's overall ranking was 20th out of 38. 38. So it's not very, very, very low. But it's not very high either. 日本よりも下っていうのはどんな国があるんだろうね。We'll talk about that a bit later. The study about the well-being of children found that the fatality rate in Japan was low. In other words, the death rate was low. Children in Japan were not dying so easily, which is, of course, a good thing. But Japanese children also had a very low sense of satisfaction with their daily lives. Yeah. そうみたいね。We'll go on to the article shortly. But what does this opening paragraph mean to you, Hiromi? そのメンタリーにね、サティスファクションしてないっていうかね、その充足感がないっていうのは、なんか改めて聞くと悲しいけどそうなのかなって思う部分があるね。で、それなぜかっていうと、ここには出してないけれども、自殺率ね、高いんですよね、日本の子供たちのね。それを見ると、何かやっぱり追い詰められたり、幸せを感じなくて辛くなってね、命を絶ってしまう子供が、多いのかなって思うところはある。日本っていう環境はすごく綺麗だし、学校もね、みんな平等に通えるとか、そういう状況ではあるけど、綺麗な国ではあるけれども、別に食べ物がないっていうわけでもないしね。だけども、なんか恵まれてるのに、心が恵まれてないっていうのは感じるね。あと追い詰められてる感ね。We've been observing kids because of our profession for 27 years. Have you found that kids have changed? We've had the benefit of hindsight. We've had the benefit of 27 years experience. So we're fairly qualified to make observations on where and how kids have changed. 昔の子供たちっていうのは、例えばそのタブレットがみんな持ってないとかさ、Right. まだ子供たちのそのキッズ携帯をさ、20何年前っていうのはさ、なかったり、してたんだけど、やっぱそのガジェットが入ってきてから、子供たちのライフスタイルがすごく変わったなっていうのはあるね。で、あとその、情報にすごくアクセスしやすくなったことで、例えば YouTube でもさ、今子供たちが自分で検索して好きなものもずっと見てるみたいなことがあるじゃない。昔はそこまでなかったよね。そういう SNS にハマるっていうことはね。今の子は結構すごくハマってる子多いんじゃないかな。愛子先生、Good evening。こんばんは。いつもありがとうございます。インフォメーションギャップのセミナーでお世話になりました。はい。講座を受けてからレッスンの中での活動にとても変化を感じています。素晴らしい。これはどれだけ大雑把にインフォメーションギャップしてたか、そこに気づかせてくれた2人に感謝しています。うちの教室のレッスン変化しました。話題変わっちゃってましたね。長々とごめんなさい。いや、ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。嬉しい。そういうコメントいただけると。It was a good seminar, I thought. そうね。私たちらしいっちゃ私たちらしいよね。でも嬉しいです。いや、よかった。よかった。お役に立てて素晴らしい。よかったです。
Good, good, good. 深いんだよね。Yeah. 深いっていうか、深く見ちゃうの、私たちがね。Yeah. やっぱ常に what for、何のためって掘り下げていくところ。いや、嬉しいね。嬉しいね。ありがとう、愛子先生。Thank you very much, Aiko Sensei, for sharing that comment with us. It's great to get feedback because sometimes we're not sure. 大丈夫かな Right. もちろんたくさんね、お礼の言葉とかもいただいたんですけど、でも改めていただけると嬉しいです。Thank you very much. It is an interesting statement. Japanese children had a low sense of satisfaction with their daily lives. And I'm just wondering if you can also, if we are able to come to the same conclusion with any observations that we've made. I must say, the kids of today don't look as happy as they did, say, 25 years ago. そうね、なんだろうね。I remember, it may or may not be related, but when I was working in Chuoku, there was an area of Chuoku where a lot of new high-rise apartment buildings, I mean, very high-rise, like 48 floors. And a study at that time found that the kids who lived in high-rise apartments tended to be less social, more shy. Yeah, because they spent more time up in their towers than they did on the streets. And they rarely played in the streets. So that was at a generation where like this was all new. So there already changes were happening to the social interaction of kids, between kids. So that may have been the start of the downfall. But as you mentioned too, with the technology, it became very focused this way as opposed to this way. And I remember even in the park, kids would be playing games together. そうなんだよね。公園にいるのにさ、ベンチに座ってゲームをしてるとかね。なんか、映像を見てるとかね。いやまあ、ゲームが悪いわけではないけど、なんかすごく、ちょっとこれから噂されているメタバースじゃないけど、こうなってるのがね。Yeah, on one hand, I feel that games are probably inevitable, but I am a little bit suspicious of their sudden rise in popularity. And I think it was a marketing strategy to get people more engaged into a unrealistic world as opposed to talking about issues. でもそれはまさにIt's like a drug, really, isn't it? To escape from the hardship of reality. そう、reality から逃げるっていうのはそうからね。で、あと、これ小学生とかじゃないけど、子供でね、今こう、アプリとか、携帯のアプリで、顔をすごく綺麗にしたりとか、細く見えるようにしたりとか、目を大きくしたりとか、そうやってこう、より可愛く見せるとか、よりかっこよく見せるようなアプリがあったりとかね。で、そういうものを、インスタグラムとかでね、シェアしたりとか、TikTok に流したりみたいなことで、相手からのフィードバックを気にしながら自分を出すっていうことがすごく増えたと思う。So, how many likes can I get? そう。だから自分がどう思うかじゃなくて、自分がどう思われるかっていう軸がすごく外に向いてるっていうのが。So, that's a good point. で、外に向いてると何が起こるかっていうと、こう思われるんじゃないかっていう思いは、本当に real にあるのかっていう。その根拠はどっから来てるのって思うと、やっぱり変な風に思われたくない、可愛いと思われたいっていう、自分の中の思い込みからできてるものが多いよね。ってなると、なんかそういうさ、まあもちろんLINE でいじめがあったりとかいうこともあるんだけれども、なんか自分がどう思われるか、人からネガティブに思われたくないように自分をフェイクしちゃうっていうかさ、
本当の自分がますます出せないっていう苦しさもあるのかもしれない。でもこれは日本だけの問題じゃないと思うんだけどね。No. だけど以前に比べて This is me が言いにくいっていうかね、なんか難しくなってきて、それが恥ずかしいみたいになってきてるのもあると思う。ちょっと話変わるけど、今マスクしてる子がまだまだ多いじゃない、でこのマスクもそうだと思うんだよね。今マスク外せない子とかは、顔を見られたくないっていうんだよね。でここだけの方が可愛いからとかね。だから中学生とかになって初めてボーイフレンド、ガールフレンドできたけど、顔見たことがないっていう、素顔はね。I'm really concerned about that. いやだからさ、I think it's 3年前まではマスクをしないのが当たり前で、ちょっと花粉症だとか風邪が流行ってる時にマスクをするものだったけど、あまりにもみんながしてしまうことによって外せなくなってるっていうのはね、やっぱちょっと問題だよ。があるよね。だって昔だったら顔を隠すっていうのはなんか悪いことしてるっていうかネガティブなイメージだったのに、今マスクをしてない方がなんか悪い人みたいな感じにね、なっちゃってて。でも何よりも子供たちが外せないし、外さなくていいっていうマインドになっているのは非常に危険だと思う。なんかね、自分が出せないから苦しいんだと思うんだよね。自分はこう思ってるけど、この自分がこう思ってることは許されないんじゃないかとか、受け入れられてくれないんじゃないかっていうところから、本当の自分はこうじゃないのに、でも出せない。苦しい。っていうのが、dissatisfaction になるのかもしれないね。Yep. Also, the amount of homework that kids get. そう、日本の教育に関してもそれはすごくあると思う。Occasionally you get kids who like homework. But by and large, if you ask your kids, they're like, no, I don't like homework. I don't want homework. I have too much homework. And tests. お母さんたちは、宿題やったのが毎日の言葉。宿題やったのっていうやつね。So that's kind of a little bit, we talked about this last week or the other day, a problem for families too, because mums are sick of it too. 毎回宿題やれって言わなきゃいけないし、でも習い事もあるのに宿題もやらなきゃいけない、もう大変みたいなね。Yeah. でもやらなきゃいけないと思ってるから、Right. 我慢してやるね。I personally think the mums don't necessarily feel that homework is educationally necessary. I think they just want to avoid trouble at school and problems with the teacher. だけど先生にね言われるんだよね。算数の丸付けお願いしますとかさ、音読聞いてください、サインくださいとかやるじゃん。Right. そう、親は忙しいよね。あれは何なんだろう。そう、ちょっとエデュケーションのことはまたちょっと話をしよう。The article goes on. Northern European nations topped the ranking with the top 3 positions held by the Netherlands, やっぱりね。Denmark, なるほど、and Norway. わかるね。Where do you think the United States was ranked? At the top, in the middle, or at the bottom? In the middle. Incidentally, quite interestingly, the United States ranked near the bottom. ああ、そうなんだ。So American kids. ああ、でも確かに宿題の量が半端ないっていうのは聞いた。In America? Yeah. Is that right? まあ学校にもいるけど、なんだっけ。どうせした。ほら、インターナショナルバカロレやってんじゃない？ Yeah. あれが入ってきてからものすごく苦しくなったっていうのは聞くね。Is that right? ものすごいやること多い。だ好きなこととの両立がものすごい厳しいぐらい。Is that right? タスクがいっぱい。その代わりすっごい頭使うんだけどね。頭を使うっていう意味ではいいんだけど、だけどちょっとあれでギブアップする子が非常に多い。やりきった子はやりきった子でね、もちろん
いいけど、そこで本当に苦しくなっちゃう子っていうのも実際いるね。An education professor emeritus at Hosei University by the name of Naoki Ogi sensei. He sat in on the news conference announcing the results of the study. He said Japan's education system played a major factor in the low mental well-being of the nation's children. So there you have it. We haven't finished, obviously, but there's an interesting few sentences to discuss. The school plays a major factor in the children's poor mental well-being. I wonder if that's what schools were meant to do. Were schools designed to play a factor in children's negative mental well-being? Surely the role of a school would be to uplift children's mental well-being. って言ってるけどね。でも正直言っていい？もちろんその uplift their mental being なことを目指して健全な心と体を育てていくっていうことが学校の目標としては大体どこでもあるんだけど、そうだよね。あるけど、ね。It's usually written in the staff room. そうそうそう。on a big, yeah, usually. 目指す児童像みたいな、ね。そう。あそこにいいこと書いてある。いいこと書いてあるよ。すごくいいよね。Yeah. だけど、こう蓋を開けてみると、学校の授業を見てたときに、いつも私たち言ってたのね。その授業はこのスローガンに合ってますかっていう。知りたいよね。私言ってたもんね。英語が入ったときに、英語を教えるとかいろんなことやってるけど、その前に、ほら、ね、やり抜く力とかっていろいろあるじゃん。Yeah. でこれ、何がリンクしてんの今の英語活動とかいう話をしたことがあって。言ってることとやってることがリンクしてないっていうのは非常に残念だけど、全部の学校ではないと思うけど、多くの学校である気がするし、で、このデータを見る限り、子どもたちが一番時間を過ごすのは学校なんだよね。で、時間を多く過ごす学校がハッピーだったら、子どもたちのハッピーのパーセンテージはもうちょっと大きいはずなの。ということは、I should add and clarify here, if you're a school teacher watching us, please don't think that we are in any way saying that this situation is your fault. Of course not. No. There are plenty of fine teachers in the public education system. What we're saying is that perhaps the system itself. でも先生方もね、頑張ってる先生方もちょっと気づいてると思う、正直言うと。やっぱこのシステムの中で限界があるっていう。やらなきゃいけない。教えなきゃいけないことはもう決まってるし、それを終わらせることが大事っていうのがあるからね。There will definitely be teachers within the system who can observe this because we were in the system ourselves and we noticed it, limitations within the system. So there are definitely teachers who also notice these limitations, but either prefer not to look at them or prefer to think mashoganai and do the best they can within that system, which is also fine. だまずいいとか悪いとかじゃなくて、その現状にちゃんとフェイスすることが大事だよね。But this is very zannen. This is one of the very regrettable, kind of sad piece of information to hear that the education system played a major factor in the low mental health well-being of the nation's children. でもそれはわかる気がするな。I wonder what other aspects could play a part. Family life, family struggles, social difficulties with other like peers, with classmates. よく聞くのはさ、すべてのストレスとかっていうものは人間関係から来るってじゃない、結局。そうだね。人間関係じゃないところにありそうなんだけど、紐解くとやっぱり人間関係で、それどういうことかっていうと、自分の価値を分かってくれないとかね、
自分が思ってる評価と相手の評価が違うことによる圧力から人間関係が悪くなるとか。Right. その給料に関してもね、Right. こんなに頑張ってんのなんであげてくれないのっていうイライラとか。Right. で、なんかわけもなく怒られた時のイライラとかさ。大体その人間関係だったりするよね。Ogi Sensei goes on. He blasted, which is condemned highly. He blasted the method of demanding conformity in schools. Demanding conformity? Yes. So what does it mean? The school systems demand that everybody be the same. Oh, yeah. Conformity means conform to one identity, one level, one style. That the school's method of demanding conformity, as well as the competition to get into good schools. Yeah. He said that there was the possibility children had a low self-esteem because they were judged based on their examination scores. 日本って減点方式、マイナス、間違ったらマイナスみたいなやり方があって、でよく言うのは苦手なところ頑張ろうって言うんだよね。Right. 苦手なものを克服するために努力することが大事っていうのがすごくある、ね。Right. できることを伸ばそうよりもできないことをできるようになろうっていう。そこはある意味ね、やらなきゃいけないこともあるかもしれないけど、いわゆるその苦手なものは許されないっていうプレッシャーでもあるよね。In fact, this evening, one of my elementary school students, it was her last lesson. She is leaving because she needs to go to Juku for Juken. And I think she's gone Ense. Now, I was assured that she didn't want to leave. She wanted to continue English. But her mother, found that her school grades were lower than she had expected and is kind of a bit panicking. So in order for this child to enter a good school, they need to stop English and increase her Juku schedule. こんばんは。みのり先生、こんばんは。みのり先生、good evening. 1年生の時から100点満点のテスト1問あたり25点とかをさせるのが私は意味わかりません。その年齢では常にパーセント意識するのはマイナスでしかないと思います。本当そうなんだよね。Yes, that's a good comment. もうさ、Yeah. できないことをできるようにして、さらに良くならなきゃいけないっていう、このプレッシャーはどうなんだろうね。自分にかけられたらどう思うのかな。悲しいよね。なんか自分のできなささに涙が出てくるし、でも分からないの、これなんかやらなきゃいけない。でもなんでやらなきゃいけないってなった時に。そうなんだよ。やらなきゃいけない。そう、have to は痛い。そう。全然モチベーション入ってない。ならない。全くならないよね。やりたくないことをやらなきゃいけないのっていうのは、奴隷と一緒だっていう、ある先生が言ってたんだけど、なんかね、本当に本当にその子にとってそうやって頑張っていい学校って意味がわかんないけど、に行くメリットはどこにあるんだろう。もちろんね、頑張ったことでアチーブできる成功感っていうのはあるかもしれない。ただこれはね、パーソナルな話なんで皆さんと関係ないかもしれないけど、私が結構そうだったね、ちっちゃい時に。勉強して中学から行けって言って受験をしてきた。だけど辛かった。でも辛いけど言われるし、そういうもんだと思ってるから、もうなんか面白くないけどただやる。で受かった。
その途端勉強しないっていうのができたじゃない。で、一気に劣等生よ。で、親に怒られるっていう。Is it true that studying to get into universities is more difficult than the study within universities? I heard that lots of kids study really, really hard to get into the universities, and once they're in, they don't study at all. しないね。遊ぶために行ってるんじゃない？それまたでもそれはね、やっぱちょっと海外の考え方とちょっと違うかもしれない。イギリスの時はさ、入るのは楽だったけど、卒業するのはめっちゃ辛かった。Right. もう本当にさ、鼻血が出るほど勉強したんだけど、 Yeah. 日本そうだはよね。そうだったよね。日本は逆に入るのも難しいのかもな。入ったら、いや今はね、でも、あまり言いたくないんだけど、言っちゃうと、子供の数がすごく減ってる割には大学がたくさんあるんですよ。だから大学生徒欲しいわけ。で、どんどんなんていうのかな、得意なものがあればいいよみたいな、面接で入ってくるようなパターンがあるんだけど、面接でやるようなパターンも実はさ、対策っていうのがあって、こういうこと言うと入れるよっていう。だから、なんか受かるための準備をして入るって感じよね。本当の自分の能力を認めてもらってじゃなくて、こういうふうに言ったら入れるからこういうふうに言おうっていうさ、そこもまたフェイクな感じ。I went through my personal education experience, went through the public system the whole way. That is public elementary school, so there was no entrance test to get in. From elementary school, which is called primary school in Australia, I went to high school, which is a combination of in Japanese junior high and high school together, 6 years. Years 7, 8, 9, 10, 11, 12. That was also a public school, so there was no test to get into there. The only tests I did were at the end of high school, and that score gave you access to a variety of universities. None of which had any relevance to me at all, because I had to do an audition to get into the school of the Conservatorium of Music. So that particular test really had no relevance at all. But I scored fairly average, and with that score, I would have gone to a number of fairly okay universities. But that's the only real test that I did. We did regular tests at school for grades, but it was the only serious study we did for entrance was in the last 2 years of high school, 5th grade and 6th grade, years 11 and 12. 日本はさ、大学ごとに受験しなきゃいけないんだよね。だからその大学のテストのアナリシスをしながら、こういう傾向で出るっていう、それぞれを受けて、every single day なんか別々にね、別々に受けて、別々の対策をして、別々にお金を払って、ものすごいお金かかるね。I just wonder on the overall well-being of students, the idea of studying to get into somewhere every 4 or 3 years. It almost feels like a waste of time. Now, I didn't go through that system at all. I wonder if I had gone through that system, would I have been a better, more intelligent, more likable person? Could I have been a more improved version of me? Or would I maybe not as smart? Not as... I don't know, you know what I mean? I mean, I'm the product of my education. Hirami is the product of her education. ただ正直、大人になってから学んでることの方がものすごく人生の役に立ってる。学生時代の時に勉強したものって何にも覚えてないし、ちなみにね、さっき中学受験の話をしたけど、いや受験自体は全然否定してないんですよ。さっきの子供もね。要はその子が生きたいと思ってるかどうかがまず最初で、生きたいから頑張るから頑張れると思うのよ。生きたいかどうかも分かんないのに行けって言われてやるのが一番辛いと思うのよ。
だからその自分が何かこう達成したいとか頑張りたいって言ったところの先に何が見えるかってことが大事で、だからその受験とか塾とかでね、成績上げるにしても、その上げた先にどんなね、ポジティブな未来が待ってるか見えなかったら、もう苦痛でしかないよね。できないことばっかり出されて。だからなんかこう、受験のスタイルもその親がこうしてあげたいっていう気持ちは分からなくはないけど、それは本当に子供の幸せなのかなって考えなきゃいけないね。お母さんのために言ってるような場 That's 合 what が it 結構 feels ある like, ね。doesn't it? うん。Good evening. If you have just joined us, うん we are discussing うん an article released a while ago by Asahi う Shimbun ん that found a study of Japanese children, found a study う that ん Japanese children rank low うん in mental うん satisfaction. うん Just briefly, I'll go through it again. Japanese children may physically be healthy, but their mental well-being falls behind other developed nations, according to a UNICEF study. うん Of the 38 nations studied, Japan's overall ranking was 20th. うん The study, which 20 out of うん 38, うん it's fairly lowish. うん The study about the well-being of children found that the fatality rate in Japan was low, the death うん rate うん of Japanese children was low, but Japanese children also had a low sense of satisfaction with their daily lives. That's worrying, isn't it? A low sense of satisfaction with their daily lives. でもなんか、自分の子供時代っていうのも思い出すと、私はやっぱり幸せじゃなかったね。なんか友達といっぱい遊んでいっぱい思い出を作ったっていうことよりも、なんか勉強しなきゃ、この点数悪かったらやばいとか、なんかそういうことばっかり考えてたから、なんか早く大人になって早くここから抜け出したいって思って、当たり前なんだけどさ、社会人になって、テストがないって思った時すごい嬉しかったの。嬉しかったね。あ、もうテストないんだみたいな。Yeah. うん。Yeah. And money was coming in. Because as teenagers, you never had any そう money. テストがないっていう。テストがない。社会人最高と思った。And I'm getting some money now. That was kind of fun, wasn't it? Yeah. Mind you, as I described my education experience, overall, I was quite happy. Overall, I really liked pretty much all of my teachers. Now, even in high school and so-called junior high, but high school in Australia is 6 years. So you had different teachers for different subjects. I overall really liked all of my teachers for 6 years. 私はもう全員嫌だったね。全員嫌だった。うん。味方がいないっていうかさ、私は本当に、なんていうのかな、劣等生だったのね。テストのスコアが悪いから。たまたま英語だけ良かった。でも、その時はね、英語だけできてもダメだからねって言われたの。もうダメじゃんって思うでしょ。まあそうなんだけど、いやでも私はやる意味が分かんなかったらこうやってどうするんだろうみたいな。Yeah. だからそこはある意味従順なようで従順なふりして全然従順じゃなかったっていうね。うん、辛かったね、とっても。お、こんばんは。グリーブに新入社員として新入社員した時に学びながらお金もらえて社会人っていいなっていう感じだよね。Yeah. Yeah, my first job was so much fun. 私銀行だったんだけど、Is that right? めっちゃ楽しかった。ものすごい楽しかった。で、もうこれずっとこの仕事していくんだわっていうぐらい仕事が楽しかった。My first job worked at a home entertainment store. It was a chain store. And they have since closed now, but there was a store very famous called Brash's. And they sold anything to do with home entertainment, like TVs and cameras and stereos, but also musical instruments. And I worked in the sheet music department, the printed music department. And that was my first job. And I was playing music while I was actually in a very famous band in Australia
while I was working there, and they were very flexible. Matthew, are you going on tour now? Okay, you can go on tour. And so I had such a fun early 20s. And my boss, her name was Josephine, and we got on like a house on fire. We were really good mates. And I had lunch together every Friday, a couple of beers for lunch. Aussie. Yeah, and it was such good fun. Yeah, and no tests. 社会人になった時って嬉しかったね。なんか解放されたと思った。Yeah, but of course, I mean, school was great too. I had fantastic teachers. Maybe I was just lucky. Don't know. We had this teacher. His name was Mr. Dillon, and I'll never forget. He used to say the same things at every lesson. He'd say, "Okay, so," he'd go, "And here is a wonderful, excellent little worksheet that he made." And so I still use that line. This worksheet is excellent, you know. And he'd say things like, "Do you have any questions, queries, comments, observations, or qualms?" すごい楽しかった。はい。Northern European countries topped the ranking with the top 3 positions held by Holland, Denmark, and Norway. The United States ranked near the bottom at 36th. Ogi Sensei, an education professor emeritus at Hosei University, sat in on the news conference announcing the results. And he said Japan's education system played a major factor in the low mental well-being of the nation's children. Blasting the method of demanding... Blasting the method of demanding conformity in schools, as well as the competition to get into good schools, Ogi Sensei said there was the possibility children had a low self-esteem because they were judged based on their exam scores. Yeah, if your value is seen as a number, that number is you. いやだから本当に私学生時代はセルフエスティームもう本当低くて自信がなくて、でも自信がないながら何かいい結果が出ても結果に喜べないんだよね。Right. 常に自信がないからなんか褒められても、Right. 褒められてるって思えない。Right. 素直に受け取れないのね。Right. Oh, 今日先生。あ、いや、先で送っちゃいました。Okay. Now, I mentioned before that the Japan's ranking of 20th, that's its overall ranking. Now, the ranking was divided into 3 areas. The study covered 3 broad areas: mental well-being, physical well-being, and academic and social skills. Now, among the factors examined to rank the mental health were the ratio of children who said they were satisfied with their lives, as well as suicide rates. So yes, Japan's suicide rates are very high among the youth, and a large percent of Japanese people in the study, Japanese youth in the study, said they were not satisfied with their overall lives. To evaluate physical well-being, a comparison was made of death rates and the percentage of obese children and young people. And they found that, yes, Japan has a low fatality rate and not so much obesity. And so here in the physical well-being, Japan scored fairly high. The study covered children between the ages of 5 up to 19 years old. Now, with the physical aspect, 同調圧力とも関係深いと思うけど、一人だけハッピーな雰囲気でいると浮くという不安感もあるんじゃないかな。ああ、そうね。一人だけハッピーだとね。一人だけハッピーって言いながら、みんなが一人だけハッピー、一人だけハッピーって言ったらみんなハッピーになるもんね。So for the physical health, Japan ranked the top out of 38 countries. That's good to know, isn't it? Physical? Yeah, for physical health, Japan ranked, topped the ranking, but only ranked 27th for academic and social skills. Wow, 結構低いね。低いよね。27th. So for all the good that our school system says it is doing,
the result is actually only 27th out of 38 countries. That's a very interesting piece of information, isn't it? And then when it came to mental well-being, it ranked 37th. That is second from the bottom. Do you see what we're saying here? Physically, the kids are fine. Ranking the top. The academic and social skills of the kids, however, is producing only a 27 out of 38 ranking, which is not high. And at the same time, Dr. Ogi Sensei says that the school system itself, that is the system that is producing this not so excellent academic result, is actually contributing to the mental health crisis. I would see it as a crisis of kids that actually landed the position of 37th, which is second from the bottom. It's like, 本当だったら本当に悲しいね。Yeah. でもね、なんか今子供たち忙しいし余裕がないし、なんかお友達とゆっくり遊ぶ時間もないし、塾行かなきゃあれ行かなきゃとか言って忙しい They're し、 so busy. 忙しすぎるよね。でも正直言うよ、忙しくしてるの親だよね。Yeah. もう忙しいのって、いや忙しくしてるじゃん。習い事もやめればいいじゃん、塾もやめればいいじゃんってなるとできないんだよね。やっぱりなんだっけな、ちょっと話変わるけど、今ほら3組になんとかのファミリーはご飯も食べられないみたいなね、いうようなこうアドバイスメントが出るんだけど、で塾にも通えないっていう言葉があるのよ。塾にも通えないって言葉を聞いたときに、There's an expectation that the average family needs to send. そうそう、塾に行くのが当たり前で、行けないことはかわいそうっていうメッセージがあるじゃない。すごいね。塾にも行けない子供たち。They can't eat enough food and they can't go to 塾。そう。それをね、見たときにものすごい違和感。塾って行かなきゃいけないものなのみたいな。塾に行けないことが miserable みたいなね。お金がなくて miserable みたいなメッセージをそこから取った。もちろん塾行きたい子供いっぱいいます。友達もいるし、先生も楽しいし、ね、達成感得られるかもしれない。でも、行きたい子が行けばいいだけで、行かなくていいチョイスも十分にあるのに、行くのが当然マインドで書かれると、やっぱり、はって思っちゃうね。So, our kids ourselves are not exactly, towards the top of their grade when it comes to academic results. And in fact, one of our daughters would be probably ranked fairly close to the bottom with her performance in tests and academic areas. In order to raise them, would you consider sending her to Juku? No. だって区でしかないでしょ。なぜそれを上げなきゃいけないのっていう。アベレージにならなきゃいけないっていう考えが私はないから。それにね、そのアカデミックなものに関しては、本当にやらなきゃいけないときにやった方がエフィシェントだし、身になると思うんだよね。だからなんだろう、根性論とかさ、やらなきゃいけないハフトゥを泣きながらやり抜くっていうのは、ノンセンスだね。私は違うと思うね。その時間別に、だってそれを乗り越えて頑張るんだよって言うんだって、なんかね、誰だっけな、なんかコンサルした時に先生から聞いたのかな。ある中学校の校長先生がなんか言ったんだよね。頑張って我慢してやり抜くことで、なんかそういう
力がつくっていう。でもその我慢することが当たり前になるから、自分の気持ちを押し殺して違うね、思いを入れて何とかするっていうのは、それはメンタルやられるよね。つまり自分の素直なやりたいとかこうしたいっていう気持ちを一旦よそに置いといて、これはこれはなかったことにしてこっちがって言われてるわけでしょ。そしたらもう当然のごとくセルフエスティム下がるよね。今日、中学生。中学校の運動会だったんですが、勉強以外の行事でも常に全力勝利みたいな雰囲気があって、ちょっとかわいそうというか、勉強だけじゃなくて運動とか文化活動も楽しみ方を押し付けられている気がします。わかる。前ね、その運動会の話もそうだったんだけど、足の速い子も足の遅い子も頑張って走るっていうのがあるじゃない。少しでも自分の記録を伸ばそうみたいな。得意な子はすごい楽しいと思うね。1位とか2位とか絶対取ってやろうって。でも、もともと興味もないし、やる気もないし、得意じゃない子が走らされて、頑張れ頑張れって言われるのってどうなんだろう。やりたくないのに、頑張ったねって言われたら、Oh yeah, right って思っちゃわないかな。私、ちょっと変わってるお、サチ先生。Good evening. Thank you for joining us. いや、なんかね、競いたい子は、I'll do it っていう子だけやればいいじゃんね。全員参加みたいなのがさ、Yeah. 好きじゃないな。オーストラリアは違ったよ。全員参加っていうか、ちゃんとやる子やらない子分けてたよね。I think from my memory of sports day, we had to do something. But you didn't have to do anything and you could choose which one you wanted to go to. I hated sports day. そうよね。マシは好きそうじゃないよね。Well, I've never liked, sports. I like sports. I like watching sports. But not doing sports. I don't like running. We were talking about that today, about swimming. And our kids are in my class, and they said, yeah, Matthew doesn't like swimming. He gets cold in the pool. They said, Matthew only likes his bath. お、みのり先生。うちも小学校が運動会の練習してるのが家から見るんですけど、聞こえるのは先生の動向見える、やる気のない死んだ目の子供です。旗を使った踊りなんですが、警察学校刑務所かと思います。わかるね。なんかね、ほら、ちょっとアップリフトの先生が多いからもしれないけどさ、このワット4どこにあるって思っちゃうと、もう見れないんだよね。Yeah, but I don't know. In my experience from the kids that I've taught, most kids that I ask or have this conversation about always look forward to the sports day. It's very popular amongst kids. Of course, there will be some kids who don't like it, but Japanese kids tend to really look forward to it, don't they? Maybe because the families are involved. And so it's a family. でも私なんかこう、なんだろうな、結構前の運動会はすごく冷めた目で見てしまったんだよね。なんかこの前のそう、保護者とかがわーってやってるのを見たときに、これは何のためにやってるんだろうなとかね。ほら、例えばみんなでダンスを踊ったりとかいうので、こうみんなで協力してなんかやるって面白さとかさ、ちょっと面白いダンスをしたいっていうのはあるかもしれないけど、その目的よ、目的。なんかほら、どっかのなんかのテレビで、Facebook の次世代型英語教育始めようのページでさ、ちょっとシェアしたことがあるけど、頑張ってやるっていうことに、バーチュを感じてる日本人と、いや、もともとのスポーツの目的は、体を動かす楽しさを知って、も
ライフロングでスポーツエンジョイする人を作るためじゃないのみたいな。Well, we have a sports day at my preschool. お、みのり先生。うちの小学校。ここしたね。うちの小学校、こうくんが本気と感動なんですけど、どう考えても小学校ともじゃないんですよ。先生が本気と先生。笑っちゃいけないけど残念ですね。だって本気になれって言われてもさ、How って言っちゃうよね。Okay. 本気ですってやるのかな。いやでもさ、なんか私たちがおかしいのかなって思っちゃうね。Well, no, I mean, we have a sports day at our kindergarten. It's coming up, actually. And we're practicing for the events now. And I'm seeing it as a good experience of teamwork and cooperation. Right. And working for a common goal. But I'm not asking kids to push themselves. I'm asking kids to do what they can, contribute what they can contribute what they want to contribute to the team's overall. それが healthy なスタイルだと思うけどね。And I'm also having the kids experience the very emotional experience of winning and losing. そうね。And because some kids have they have no problem winning, but they have such a big problem losing. And I was rather surprised that kids will they'll be in a bad mood for a rather long time if they didn't win something. Now whatever they didn't win could have been related to speed and skill and strategy, or it could have been related to luck. Either way, whatever it was related to, if they were not winning, they were very upset. And I'm like, well, that's not right. So we went through this whole process of having the kids experience a game of some sort, an event of some sort, where there had to be a winning team. Not at this point, not individuals. I'm doing it as a team. 2 teams. Sometimes you win, sometimes you lose. Sometimes you have to win, sometimes you have to lose. The experience is important. そこのバリューだよね。なんか勝たなきゃいけないとかさ、勝つことが大事とかさ、そういうとこだよね。We've got 2 teams. They're given 2 colors. We have a purple team and an orange team. And at the end of every event, whoever wins, of course they can be happy. But at the same time, they must also think about the feelings of the other team. And they need to offer the words, good try, purple team. And purple team need to acknowledge the winners and say, good job, orange team. So with that experience, I'm hoping that the overall sports day will be valuable. 特に小学校のさ、赤組白組ってさ、なんかこう分けられてるけど、あれもそんなにラックっていうかさ、勝ったら嬉しいけど、なんで赤と白の重要性がよくわかんないよね。だってそれぞれなんかね、走ったりとかさ、してるのにさ、まあいいや。みのり先生。そういう意味では赤組白組だけが日本式よりイギリスとかのハウス制を負けたチームがマジョリティになりますよね。そう。確かにね。My primary school, elementary school, clubs, houses, as Minori Sensei calls them, we had 4, and they were bird names. Being Australian. Kookaburra? Yep, I was in the Kookaburra house. There was the Kookaburra, the Currawong, the Magpies,
and the Rosellas. なんかオーストラリアって感じ。And for some reason, the Kookaburras, which is my club, they never excelled at sports. I don't know how they picked the kids for the Kookaburras, but we were always those that were just never really sporty. So on every sports day, we're always bottom or second bottom. The Rosellas were pretty bad too. It was always the Magpies or the Currawongs. Hey, move on. So, going back to the article, 37th, which is second from the bottom for mental well health. Children aged 15 were asked to rank their satisfaction with life on a scale of 0 to 10. In Japan, close to 40% of the respondents gave a response of 5 or lower. But in Holland, only 10%. Hey. Hang on. It stated that the coronavirus pandemic would likely have a long-term negative effect on children due to the prolonged closure of schools, as well as other effects on society and the economy. The closure of schools, I don't think really would have too much of a negative impact because they weren't closed for that long. A little bit long, but I mean, schools are well and truly up and running again. But I do think the other effects of that pandemic on society and the economy will have a negative. I agree with that. いや、私はその学校の勉強以外のいろんな行事がもうことごとくキャンセルになるっていうのはちょっとどうだったかなって。I think ひどかったよ。おかしいと思うね。ひどい。子供たちのこと何も考えてないよね。で、それこそほら、中学校3年生、高校3年生とかの子供たちはこの3年間の間にお友達の顔を見ないで過ごしてるっていうね。で、それこそ小学生にあった1年生はさ、この3年間お友達の顔を見たことがないっていう。で、しかも、その運動会だってすごい久しぶりにやったとこもあると思うし、前はね、キャンセルだったり、なんかやり方変えたりとか、学芸会がキャンセルだとか、スクールトリップがダメになるとか、もうことごとくキャンセルしていったじゃない。もうちょっとあれは、私は言い方悪いけど虐待に近いんじゃないかと思うぐらい腹立ってたね。でもなんか陽性者を出しちゃいけないっていう、もうそれ一点だったからね。一人でも出さないようにっていう。クローズになるからっていう。いやーでもさ、So many aspects of our lives are more or less getting back to normal. As many of you may know, I'm a big soccer fan. And in J-League games, not all the games, but in many of the games, singing and chanting by supporters at the matches is now allowed again. For several years it was banned, but now in many games it's okay again. So people are in close quarters. Sure, they're wearing masks, but they're doing all the things that you're not really supposed to do on trains. Well, I mean, not singing, but you're not even on trains. No talking, please, and at schools, no talking during lunch, please, and you know. なんだっけ、サッカーだったかなんかの試合でさ、勝った選手たちがノーマスクでイエーイってこうビールかけしてるけど、見てる人たちはマスクしてなきゃいけない。Right. So there's a lot of what's the word I'm looking for? Mujun, inconsistencies that I think are quite alarming. でもそれもさ、やっぱりこう同調圧力じゃなきゃみんながそうしてるから、みんなが我慢するから我慢しなきゃいけないっていう感じよね。Okay, shall we look at the ranking then? UNICEF's ranking of children's well-being. Number 1, the Netherlands, Holland. 2, Denmark, Norway, Switzerland, Finland. These top 5 are in Europe, or all of them. Netherlands, Denmark, Norway, Switzerland, Finland, Spain, France, Belgium, Slovenia, Sweden, Croatia, Ireland, Luxembourg, Germany, Hungary, Austria, Portugal, Cyprus, Italy. The top 19 countries are in Europe. Then you get Japan at 20. 21, South Korea. It's interesting.
Back to Europe, the Czech Republic, Estonia, Iceland. 24, 25, Romania, Slovakia, 27, Britain. イギリスですね。低いよね。28, Latvia, Greece, Canada. 低いんだね。低いね。Poland, 32, Australia. Wow. I think here with these countries, the physical well-being comes into it. There are more obese kids in these countries. So that's pulling their score down. Plus other social problems will make them not so happy. 32 Australia, 33 Lithuania, Malta, New Zealand at 35, 36 the United States, 37 Bulgaria, 38 Chile. でもさ、これちょっとがっかりだね。で、いや、ひろみ。だから、unhappy children、どういう大人になるんだろう ?unhappy adults。どうだろうな。unhappy children どうなるんだろうね。unhappy children は自分で幸せを見つけるんじゃなくて、誰かに依存するようになるんじゃないかな。自分は自分で幸せにできないから、だから例えば、環境とか社会とかのせいにしながら生きていくような気がする。I also feel that these kids, if you're an unhappy child, you're very at risk of finding an escape. でもこれね、ちょっとまた面白いのがあって、子供の世界、幸福度世界一はオランダでしょ、で、そこでね、なんでオランダの子供たちは幸せなのか。わかる。チーズ。オランダのチーズ美味しいよ。違う？ごめんなさい。日本の寿司美味しいよって言ってるのもんだよ、ね。幸せじゃないじゃん、別に。いや、私幸せよ、オランダのチーズ食べると。ごめんなさい。はい、ごめん。はい、keep going。なぜオランダの子供たちが幸せなのか。大人が幸せだからじゃないって。これすっごい。そうだよね。そうな気がしない？大人が幸せだから子供も幸せっていう。そうだよね。で、オランダでは母親の自己犠牲は歓迎されない。子供のためにお母さんが何かを我慢するっていうことはあんまりオランダではウェルカムではないっていうね。だからでもそれはなぜかっていうと、子供のために母親は幸せでなきゃいけないから、お母さんの幸せが全てだ。お母さんが幸せだと子供も全て幸せっていうことがあって、母親の機嫌が子供の幸せ感に直結する。で、子供は親が自分の人生を幸せに歩んでいる姿から自分の人生の歩み方を学ぶと。だから親が幸せであると、こういうすると幸せなんだっていうものが見えるから幸せに生きられる。だから親は幸せじゃなきゃいけない。Right. わかる。as you know, maybe, I'm Australian, but I'm also オランダのオーストラリア人。そうそうそう。So I've been to Holland 3 times to see my family in Holland. Once when I was 9 years old, once when I was 16 years old, and once when I was 18-year-old. And I loved going to Holland. Right. Because every time I went to Holland and met my family, they were great. My uncles and aunties were always very funny. They took us, obviously because we came from Australia, they took us, they made very good memories for us. But I just remember them always laughing and being seemingly very happy together and making jokes all the time. And yeah, it was good fun. Every time I went to Holland, it was really, really good fun because all of my families, I have a large number of uncles and aunties, but they all seem to be the same. Right. In that similarity of that humor, right, and smiling a lot.
singing a lot, making funny songs and stuff for the kids. And Right. それ、母は我慢の日本と真逆ですね。だからお母さんがストレスを感じて受験が勉強させなきゃ塾がって言ってるのがそのまま子供にも反映しちゃうっていうのはあるかもしれないね。Well, there's a very interesting point there for the mums. There's another ranking that I wanted to have a look into, but we ran out of time before. Yeah, it ranks the happiness among women around the world, and I'm going to have a look at that one because I think that's also a major part and a big problem in Japanese society too. でやっぱりね、幸福であることっていうところでさ、なんだっけな。結局、どんなに苦労しそうな結婚しようが、いい職を辞めようが、ひどく遠い国に移住しようが、本人が幸せならそれが一番っていうのがもう絶対的に親にある、オランダには。Oh, I see. 明日から花を飛ぶから。Can you read that again? オランダの考え方。どんな苦労しそうな結婚しようが、いい仕事を辞めようが、すごく遠いところに引っ越そうが、本人が幸せなら一番。だから親からするとそんなとこ行ってほしくないなとかね、こんな結婚苦労するのにやめてほしいなって思っても、本人がいいならいいじゃんがもう絶対なのね。でも日本っていうのは守りだよね。いや、その結婚ダメとか、この仕事やめちゃダメよ、こっちがいいわよとかさ、学校もここじゃなくてこっち行きなさいよみたいな。I had a good friend. だから逆に言えば、子供がどんな大人になろうと親に責任はないっていうこと。だから、もっと究極的なこと言うと、犯罪を犯した人、犯罪者の母親がマスコミの前で頭を下げて、息子が申し訳ありませんでした、娘が申し訳ありませんでしたっていうことは一切ない。オランダではね。すごいね。だって、もうそれは本人の人生で本人がやったことだから、私たちは関係ないっていう。だからすごく一人の人間として見てるんだよね。I had a friend who he told me when he was in junior high, he wanted to go to a certain high school because his friends were going there. But his father said, no, you're not going to that high school, you're going to this high school. And he felt miserable and a deep resentment to his father. Right. At the end of high school, he wanted to go to university. His father said, no, you're coming to work for my business. And he did, and he felt miserable and a deep resentment for his father. And he died very young in his sleep. He had just given birth to a girl. Oh my God. Yeah. I didn't actually end up being in contact with him in his later years of his life. I was much more of a friend of his when he was a young adult, but he was already working with his father, and he told me about his past. I felt very, very sorry for him, but he's a pretty good guy, and a dreadful loss to his family. だからなんだろうね、そこだよね。でも残念ながらさ、ノーって言われたときに、親にノーって言われたときに、しょうがないって思うのか、もううるさいっていくのかで、また見える世界が変わってくるじゃない。そうだよね。親が言うから、もうしょうがないから お父さんの言うこと聞かなきゃ。自分は嫌だけど。っていうチョイスをするのが、お父さんがノーでも自分やるからって言って、言い方悪いけど、親と離れてね、自分の人生を生きていくっていうチョイスもできたかもしれないよね。Yeah, when ultimately you're responsible for your own happiness, you're really not responsible for the happiness of other people.
だからその時 You に、can help play a role in people's happiness, but the responsibility for your happiness is で yours. もそれもさ、やっぱりこう、我慢してやるっていうことに、この教育の中で慣れてくるとね、Mm. 我慢して嫌なことでも頑張ってやることが virtue みたいに育てられると、お父さんに反対されたことは嫌だけど、でも我慢してやるしかないっていうチョイスにつながるじゃない。Mm. それはやっぱりその教育の中でいい言い方じゃないけどブレインウォッシュじゃないけど、やっぱそういうことが染みついてしまってる部分はあるかもしれないよね。でそれがいいとか悪いとかじゃなくて、そういうことがあるなとか、そういう傾向があるなっていう受け止めた上で、自分はどういう判断をするかっていうふうに考えて、自分で選択できる子供を作りたいよね。で、それは全て自分の責任。お父さんが言ったからじゃなくて、お父さんが言ったことに私はそれを選択したのは自分だって思うこと。お母さんが言ったから、お父さんが言ったから、誰々に反対されたからそうしたじゃなくて、そう言われたことに対して、あなたはその選択を自分でしたんだよっていう自覚を持たせることだと思う。Yeah. Actually, my parents, my own parents, were very against me coming to Japan. Yeah. You told me. Yeah. They said, "What are you doing? 日本でね。Why are you going to Japan? You should come back to Sydney." At the time, I was living in Perth, Western Australia. My family were living in Sydney, which is in Eastern Australia. And I told them I was going to Japan for a working holiday because I had lost my job. The company that I'd worked for had decided to fold, and all of the staff were given a large amount of money as apology money. And I said, "Great, I'm going to Japan." My parents said, "No, you're not. You're coming back to Sydney and you're going to find a job." Now, I was 25 at the time. I mean, you can imagine the kind of pressure that kind of thinking could give. They were never like that in my kids, but as an adult, maybe they thought that I should be more responsible. But of course, I came to Japan and I never went back. But of course, in later years, they were very happy with the choice I made with coming to Japan. まあそれにほら、まあちょっとオランダの中には日本に対していいイメージを持ってない人たちもいるからね。その、なんていうのかな。あんまりこう親日とかいう感じではないのもオランダには歴史的にね、多いからね。なんでわざわざ日本に行くの？でも、うちの parents もそうじゃなかったと思う。But it was just the idea of that's irresponsible going overseas when you need to find a job. あなたの親戚だっけあんまり日本に対して。That's true. それオランダにいるでしょ？But there's a reason behind that because they were in Indonesia at the time. Right. But so, there you have it. そうだからね、さっき言ったように、子供がハッピーじゃない理由の多くは、親がハッピーじゃないっていうこともある。Definitely a linkage there, isn't there? ってなると、子供を The best thing you can do for your kids is be happy yourself. そう。だからまず自分がハッピーになるって決めることだよね。だって、なんか、無理ってそうかね。いや、無理ではない。決めればいいんだけど。そう。なんか一斉に無理で聞こえた。No. You can do it. ある意味、日本の中にいると、その同調することが、ね、美徳だし、周りに合わせるとかね、自分だけハッピーだと浮いちゃうみたいな感じがあったとしても、Who cares って気持ちがあればやれると思うよね。私もね、なんか、娘たちが幼稚園に行ってる時に、習い事をさせなかったのね。マシュの英語教室だけは行かせたけど、別になんか、すごくさせたいって思わなかったし、したいこともそんなになさそうで、どっちかっていうと公園で遊んでる方が好きだったから、行かせなかったの。そしたらね、行かせないことが虐待みたいに言われたことがあって、なんで小さい時何でもやらせた方がいいのに、それやらせないのかわいそうだよみたいな感じで。Yeah, that was the thinking, wasn't it? そうなんだ、みたいな。でもね、すごいんです、スケジュールが。そう、お友達は。Yeah.
Yeah. We wouldn't, no. でもさ、 not really then. なんかもう公園とかでさ、なんか汚い虫とかツンツンしたりしたら汚い葉っぱ拾ったりとかさ、そういうのってできるのってそのエイジしかないじゃん。大人になってから汚い葉っぱとかさ、水とか触りたくもないけどさ、小さいうちだからいろんな経験ができると思ったらさ、ママがハッピーだと子供たちも自然と笑顔になったり前向きになりますよね。Yeah. そう。For sure. だから自分のご機嫌取り頑張るっていうことよね。でも本当にさ、自分がハッピーイナフっていうか、ハッピーだからハッピーを分けられる感じがあるじゃない。ハッピーがなかったらハッピーちょうだいモードになって、みんながハッピーちょうだいモードイコールハッピーではないっていうさ。そう。だから小さなことに幸せを感じてるのがいいって、その感じるってオランダのね、お母さんとか、それこそチーズうまみたいな。もうめっちゃ幸せとかさ、すっごい天気いいみたいなさ、なんかそういうことでもいいと思うんだよね。なんかフォーカスしてるとこが、いや、うちの子本当にもう YouTube ばっか見ても全然勉強しないし、学校も行きたがらないし、もうなんか算数全然ダメで、九九もできないしとかってさ、もうやっぱり九も行かせた方がいいか、やっぱ塾行かせた方がいいかなと、これはやっぱ不幸だよね。ね。まあね、今日はちょっといろんなこうね、話になりましたけど、ハッピーでいいよっていう話ですよ。Yeah. それもとにかく、それも自分のチョイスとしてね。Whether you're a young person or an old person, but I think particularly as a young person, the health of your mental state is extremely important. でもさ、Because your mental state is the quality of the thoughts that you are thinking. And the quality of the thoughts that you are thinking changes everything about your life. Right, exactly. Right? What you think becomes. So you might as well lead your mental situation to a happy one as often as you can, as much as you can, and for as long as you can, because that determines your quality of life. でも本当にそこにはさ、なんかちょっとしたことに感謝することだったりするんだよね。うわ、美味しいこのコーヒーみたいなさ、普通にさ、これ、ありがとう。ありがとうございます。うまい。なんか、ただ美味しいって言うんじゃなくて、もう、ありがとうっていうさ、このハッピーな気持ちにしてくれて、コーヒー一杯飲むのにも、美味しいと思いながら飲んだ方が絶対幸せになれるんだよ。で、美味しいと思うと、これを作ってくれた人、ありがとう。もっと言うと、この豆はどっから来てるのみたいな。で、これを作ってくれたらありがとうみたいになってくると、なんか一個でもすごい幸せがいっぱい広がると思うんだよね。だからなんかみんな忙しすぎてやらなきゃいけないと思ってることに振り回されすぎて、こうしなきゃああしなきゃっていうハフトに囲まれて苦しくなってるところからもう脱出していかないと、日本はただでさえ子供の数が減ってるのに、子供の数が減ってる中でハッピーサティスファクションのレートが低いっていうのはもうなんかどうすんのって思っちゃうね。いやだからさ、学校でいろんなことがあっても、ここの英語教室に来ると自分はハッピーだって思えるその教室作り、子供たちがこの教室は自分を出せる、なんか我慢しなくても自分を受け入れてくれるっていうようなやっぱ場所にしなきゃいけない、早急にしなきゃいけないって思いますね。Thank you for watching. Thank you for joining us. We hope this discussion was beneficial for you. サチ先生、息子が幸せなら手を叩こうという歌を聞いて、幸せなら手を叩こうならずっと手を叩いていないとなって言ってるの聞いて嬉しかったです。ああ、いいね。幸せなら手を叩く。幸せだからずっと叩いてよってことでしょ。That's beautiful. That's great, isn't it? We hope this evening's discussion has been beneficial in some way, valuable to you, maybe helped you sleep a bit better. はい。で、もうすぐね、セッション2。Session 2 this Sunday. Non-target English approach. We're going to be talking all about that. And hopefully by Monday, your kids will start to be speaking
out a little bit more in the classroom, that would be fantastic. Thank you for joining us again. All the comments, busy chat box this evening. It's been great. Thank you to everybody who participated there. And thank you for watching. And thank you for watching if you are watching afterwards. We always appreciate it. Please enjoy the rest of the week. Only one day to go. The weekend is going to be a beautiful weekend, apparently. And we'll see you next week. Thanks for joining us. おやすみなさい。ありがとうございました。いや、大事よ、ヒロミ。子供たちの mental health。だって、if you're already miserable now, there's not a lot. もう夢がないよね。そう。It's a bit early to be miserable, isn't it? なんか大人になるとこうなるな、みたいな。Yeah. それなのに、こういうふうにならないために勉強しろとか言われたらさ、それね、勉強したら本当にこういうふうにならないのみたいな。I wonder if kids honestly know why. If somebody said, why are you studying? Do you think they could seriously give you an answer that they truly believe? Or do you think the answer would be something they more or less told? 聞いてみたいよね。よく子供はさ、先生とか親にさ、なんで勉強するのって聞くことあるけど、子供の率直な意見はどうだろうね。でも、うちの娘はさ、なんか、なんだっけ、こう度数、ディグリーの勉強してるときに、これ何の意味あんのっていつも言われるね。Good night. Thank you. そうね。